こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヤガと言います。武器や防具を作るのが好きです。今回はヒロアカに登場するオーバーホールのフェストマスクを作ってみました。くちばしだけになっているタイプのフェストマスクですね。それでは作り方に行ってみましょう。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。小さな円形のパーツはフォンチでくり抜きます。フォンチはホームセンターで買いました。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずはくちばし本体部を瞬間接着剤で接着して組み立てます。このような接着しがたい箇所の接着には瞬間接着剤とアルテコスプレーという瞬間接着剤効果促進スプレーを使うと接着が早くなり作業が非常にやりやすくなります。アルテコスプレーはホームセンターの接着剤売り場で売っています。なお、ボンド G17 もこういった箇所の接着におすすめです。ボンド G17 はホームセンターと100均に売ってますので手軽に入手できます。お好みの方法で接着してみてください。続けて裏面のパーツを接着します。瞬間接着剤を多用しておりますが、すべて100均で買ってきた瞬間接着剤となっております。接着した箇所にグルーガンを盛り付けて補強します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で売っています。金色のパーツを接着します。これも瞬間接着剤を使って接着します。丸いパーツを接着していきます。最初にポンチで切り出していたあのパーツですね。歯車のような形をしたパーツを接着します。組み立てたら本体へと接着します。鼻のあたりのパーツを組み立てます。まずはマジックでマーキングをします。マーキングをもとにカッターで形を削り出していきます。削り出し終わりました。そして本体へ貼り付けます。紐がたくさん縫い込まれているような部分が端にあるので、まずはそこをマジックでマーキングします。マーキングを参考にグルーガンを盛り付けていって再現していきます。グルーガンが冷える前にうっかり手で触ったりすると形が崩れてしまいますのでご注意ください。何より火傷とかの原因にもなりますのでね、気をつけて作業してみてください。というわけで一通り盛り付け終わりました。これにて組み立て作業が完了です。次は塗装となります。塗装時の持ち手としていらない切れ端をグルーガンで接着します。塗装後に切り落とします。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆、そして布を使って塗装していきます。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布である程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりはこすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方はドライブラシと呼ばれる方法です。この塗り方で塗るとベースとなる黒がところどころ残って深みのある色合いにできます。とても簡単にできる方法なのでぜひ皆さんもやってみてください。
ちなみに使っている塗料はミスターカラーと言いましたが、こちらはプラモデル用の塗料で、おもちゃ屋さんの模型売り場で売られている商品となっております。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具などを使う方もおられると思いますが、そういった場合もできますので、ぜひやってみてください。動画では布を使ってこそいでますが、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどでも OK です。手元にボロ布がない方はそういったもので代用してみてください。装着具のパーツを作ります。合皮と薄い COS ボードをボンド G17 で接着します。ボンド G17 は100均やホームセンターで買えます。合皮は手芸店で買ってきました。瞬間接着剤でもくっつかないことはないのですが、染み込んでしまってなかなかくっつきにくいので、ボンド G17 を使っております。手芸店で買ってきたゴム紐を切ります。この後、カシメというものを打ち込むので、そのためにポンチで穴を開けます。ゴム紐の方にも開けます。そしてカシメという革細工用の金具を打ち込みます。見た目重視でこういうものを使ってるんですが、カシメとか持ってる人は少ないと思うので、グルーガンで手軽に接着してもらってもいいと思います。ちなみにカシメやその道具は東急ハンズで買ったものです。できた装着具をグルーガンで本体の方へと接着します。これを接着し終わったら、これにて一通り完成となります。重量は 80g と非常に軽いです。制作時間は5時間、材料費は1000円となります。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点も載せています。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に載せています。その他質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。ペストマスクの動画は他にも色々とあります。ぜひ他の動画もご覧ください。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるのでぜひそちらもご覧ください。そしてよろしければチャンネル登録お願いします。Twitter やサブチャンネルもやってます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。型紙の作り方を簡単にですがお見せしたいと思います。まず画用紙で大まかにくちばしの形を作っていきます。とりあえず何でもいいので一度このように形にしてしまってください。そこをベースに作っていきますのでね、最初から綺麗に作ろうと思わなくていいです。ある程度形になったので、ちょっとずつ修正を行っていきます。とにかくこのように画用紙を切ったり貼ったりの繰り返しで、形を少しずつ理想の形に近づけていくというのが基本の流れとなります。ある程度形ができてきたら、一度切り開いて新しい画用紙に写し取ります。この際、半分だけ写し取って、残り半分はその半分をコピーする形にして左右対称のものを作り上げます。それを組み直して、もう一度形をチェックしてみます。それで満足いくようでしたら、そのまま続けてもらってもいいですし、まだ満足いかないようでしたら、形をさらに調整していくといった流れになります。基本はこれら作業の繰り返しですね。装着するものなので実際顔にあてがって具合を時々チェックしてます。いい形になってきたなと思うので、パーツの細部をこのように書き込んでいきます。今金色のパーツの部分書き込んでいるところですね。書き込み終わったので、そのパーツを再び切り開いて平らにします。そして金色のパーツの部分だけくり抜いて一つのパーツとして仕上げます。丸いパーツを作っているところですね。これは工作用紙を使ってます。そして歯車の部分ですね。これも工作用紙を使っています。こういう平面だけでいけるところは工作用紙があるとメモリがついているので楽にできます。一通りのパーツができたので、パーツに切り出し枚数や厚みなどの情報を書き込んでます。これにて型紙が一通り完成となります。最後までご視聴ありがとうございました。